韓国ソウル地下鉄シンギル駅。着いた。いやもうソウルはめちゃくちゃ寒い。体もちゃんと動けへん。ちっちゃい「あ」が出た。さて今日行くところはこっちか。寒いけど行こう。この辺ビルとビルの間やからまた寒いんよ。小豚ちゃん、今日は豚ではない。さよなら。年末はなんかせわしくなる時期やからなんかあっという間に過ぎていく気がするな。あ、この時期一番忙しい人発見。コンビニの入り口にも釣り。そしてメリークリスマス。そうかクリスマスか。小さい頃は何もらうかワクワクしててんけどな。まだ信じてますよ。ちゃんと靴下かけときますんで。それにしても韓国の冬は何年過ごしても全然慣れへん。寒すぎんねん。地元大阪と15度ぐらい差がある時あるからな。早くお店に入りたい。あっちの方に。びっくりした。大量の首が浮いてるかと思った。特殊カツラ。よく見たら時代劇っぽいやつも置いてある。俺も時代劇やること多いけど日本のちょんまげも作れます？もうそこに俺の名前書いといてください、専用として。それにしても道歩いてて横見たらあんだけ首浮いてたらびっくりするで。ホラーハウスかと思ったわ。もう十分寒いで。ここを入っていくんやと思うけど、この中？ヨンドゥンポ市場、機械工具商店街。何それ、そんなんあんの？で横には歯車がめちゃくちゃ積み重なってる。チャップリンのモダンタイムスを思い出した。俺も社会の歯車になってんのかな。いやそんな重い番組ちゃいますね。俺ただ飯食べに来てるだけやから。こういうのが売ってたりするんか。ベアリングみたいなもんいっぱい置いてある。面白いやん。お、なんか落ちてる。よいしょっと。一瞬指輪かと思ったやんか。なんやこのリング。まあこの辺やったら落ちててもおかしくはないわな。入るかな。手袋の上からやけど。あ、ちょうどええんちゃん、大きさ的に。これ何号っていうの？ちょっと待って、あれ指輪でもないのにこんなん入れて全然抜けへんようになってもうた。いてててててて、どうしたらいいのこれ。鼻も減ってんのに。手袋の上からやったから取れたけど、あんなんで病院行ったらあなたええ年してアホですかって言われるで。さあ本来の目的こっちや。着いた。早くもっかしすごい年季の入ったビルの中にある。ラストオーダーは8時まで。ほう、もともとはこの辺で働いてらっしゃる方がたくさん来るお店なんやな。お店はこっち。こっち？あれがお店？またリングみたいな落ちてそうな雰囲気やけど、とりあえず矢印を信じてキョロキョロビクビクしながら入店です。こちらのメニュー、一番上にあるのが代表メニュー、コリスユ、ゆで牛テールのことである。今日俺はこれを食べに来たんや。コリスユそっちはらな。寒すぎて口が凍ってしまってる。全く喋られへん。焼酎の種類を確認して、人類ですよ。これはスルスル言えた。でも早く口を溶かさなあかん。そんな時はこれ。きた。寒さに負けずぐる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 。サンタクロースも渦を抜けてプレゼントを持ってきてくれるでローリング。完璧や。寒い時期に暖かい部屋に入って焼酎を一杯継ぐ。最高の贅沢や。そんなキンキンに冷えた焼酎を一杯。気温差を飲んで感じる冬日かな。ありがとうございます。冷たい焼酎が口から入って喉を通り体全体に広がるのを感じる。そんな時に用意してくださった基本のおかずはキムチ、角的、青唐辛子とニンニク。すごいシンプルやんと思ってたらまた来た。これもサービス、ソンロンタンのスープ。湯気出てるやん。コマプスンだ。では早速少しフーフーして一口で感じる白いスープの温かさ。天国って白色なんかもしらん。体が小さくなったらお椀の縁から飛び込みたい。出していただいた角的を一つかみ、すぐに口に入れ大根のパリパリとした音を聞く。この音が俺に拍車をかけ始める。手はここに。大根の噛む音が響く口の中にいっぱい入れていく。
となんか落ち着いたと思ったらもう出てきた。よし、早速。あ、せっかく出してくれたし、清潔さは大切やからな。慌てる気持ちを一旦抑える。手もきれいに拭いてね。神聖な気持ちで食べていかんだあかんからな。よし、これで準備 OK。一番手前にあるこのお肉、裏返してみると、うわー、ソースもたっぷり絡んでる。あ、マジでめっちゃ飛んでる。まだ手がちゃんと動かんねんって、寒くて。ほらな、言うたやろ、開けといてよかった。もうこれだけ食べるのにどれだけ時間かかってんねん。もうええってと思って持ち上げると、その大きさと分厚さに言葉を失ってしまった。早速一口。凍てつく道を歩きせっかく来たのに、口に入れた途端最高すぎて草原で居場所がわからんようになってもうた。肉は分厚くても、あれ俺口に入れたっていうぐらいの柔らかさだからといって溶けていく感じではなく、口の上下運動とともに肉のうまみと混じり合う香ばしいソースの味。ところどころ骨はあるけど、基本的にはパカッと外れる。これはうまい。骨の周りについたゼラチンも摂取。壁には珍味という文字。まさしく珍味。料理はビジュアルも大切だと言うけれど、やっぱりこいつやろ。ニラ。少し甘辛いソースと絡められた大量のニラ。冬なのにこの一角だけは緑が見える。そんな爽やかさを感じて口に入れていく。肉も重要やけど、このニラがすごくいい仕事してる。こいつおらんとあかんわ。グッジョブ。俺もこいつに仕事を学びたい。焼酎が入ったらすぐさまお箸はキムチの素へ。すぐさま口に入れ、白菜のシャキシャキ感を感じながら、次どっち行こうかなと大きさを比べている俺。こいつは簡単にはつかまれへん大きさや。こいつに決まり。お箸から早めに手とバトンタッチ。さっきみたいになってまうからな。そこから続けてニラを少し取っていく。それをお肉の上に乗っけてあげる。完成形といっても過言ではない。一気にかぶりつく。ニラにはしっかりソースの味ついてるから、肉との相性も抜群。もう肉が柔らかすぎてプルプルや。ほらプルプル。目で見える範囲のお肉を食べ終わったら、今度は目に見えない範囲のお肉を食べていく。そんな時にはリスにもなる。手についたソースもなんとも愛おしい。こういうの食べてると唐辛子食べたなんね。一緒に出していただいたお味噌をつけていく。とくと聞け。もう一つの緑パワーの生き様を。ええ音。この音聞くだけでも。ちょっと赤いやつや。うわ、めっちゃ辛い。とりあえず焼酎入れて。あかん。ここ最近で食べたやつで一番辛いわ。右手はグー。マジやばい。ちょっとお肉の力借りよう。ちょっと全然つかまれ。もうちょっと手でいくで。なんかいきなり細長い。とりあえず口の中にダイビング。骨に沿って肉をそぎ落とす。甘めのソースが少し口を和らげてくれる。もっと肉をそぎ落としたくて骨を引っ張った結果、あれ、でかい骨が口に残る。俺は置いてけぼりにはせえへんで。いやー、見た目からちょっと辛いやろな思ってたけど、もうこれ以上は無理や。ちょっとお皿の端っこに置いとこう。また復活してきた。とりあえずソンロンタンのスープを入れていく。スキージャンプでも飛ばれへんような角度がついたこの器、そう、完食してしまった。だいぶ少なくなってきたけど、森をかき分けると目の前にはオアシスが見える。骨がついてない部分、ラッキーと思いながら一口。癖もない牛テールは最高や。もう一つ最高なのはこれ。プリーズおかわり。お肉を食べての角的も最高。もうこうなったら俺の持つ全ての力を使ってやる。右手左手両手でキャッチ。一瞬ここでちょっとポッポしてあげて、愛し合う二人を俺も愛す。右手から一口、そして左手も忘れずに。右左右、そして合体。お箸を掴んで相性最高の角的をパクリ。そして再び俺たちのクリスマスが始まる。終了の合図と同時に口に残ったかすかな油を流し込む。気づいたらラストの1個。
この細長い部分はさっきも食べたけど肉の繊維がしっかりしててうまいのよ。基本的には牛テールやから骨がゴツゴツ大きくて食べれる場所がそんなに多くなかったりする。3人で食べる場合は大を頼んだ方がええと思う。だって俺一人でもこの状態やからな。見た目は寂しくなってもうたけど、いやいやこの料理の見せ場はここからや。複数されてる。頼んでやった。すぐ来た。この湯気に乗って俺もそっちの世界に向かう。残ったソースとこのそうめん、まんべんなくお皿の上でニラと共に混ぜてあげる。よしよし、こんなもんや。まずは一つかみ。麺は少しあったかかったので夫婦なんてしてる暇はなかった。スルッとそのまま喉まで入っていく。これめっちゃうまいんだから俺は自分でも意識なく一口だけ食べてもう皿を持ち上げてしまった。多分横に座ってた人びっくりしてたと思う。ほぼノーカット。麺が出てきて混ぜて、もうお皿の上には麺がなし。ここに来たら絶対にこの麺は追加せなあかん。締めになったわ。ソンロンタンのスープもうあれへんわ。唐辛子に全部飲まれたからな。確かこの店ソンロンタン専門とも書いてあった。向こうでもソンロンタン食べてる人がいる。どうしよう。ソンロンタン頼んでもうた。あ、ちょっと手ベタベタしてるなんて思ってたらすぐ出てきた。これだけであったかそう。まずはスプーンでスープを一口すくう。軽くフーフーして少し味見。なるほど、味付けが必要。店によっては味がついてるところもあるけど、ここのは自分で整えるタイプ。こんなもんやろ。あんまり入れすぎるとしょっぱくなるからな。続けて1スプーン味見。なぜか左手にはまだ塩を持っている。これや。ペロリ。鉄壁の中にはそうめん、そしてもちろんお肉も入ってる。お箸に持ち替えお肉をつかみ、 UFO に連れ去られる人間のように宙に浮かぶ肉。そして一口。そうめんだいぶ落ちてもうたけど俺は肉が食べたかってん。そして次はこのそうめん。熱そうやから一生懸命フーフーする。牛テール食べたからお尻の部分も。よし。まだ牛のようにゆっくりと歩け。そして吸い込む。牛のようにゆっくりやって。締めくくりはこのスープ。一口飲むと世の中が白く見えるほど魂が抜かれてもうた。あ、これや。オープン。よっ、待ってました。よし、炭水化物。あっつ。このタイミングでの炭水化物はもう卑怯。スプーンの上に乗るだけ乗っけてやった。そこからノンストップ一口。口の中にご飯が広がると欲しくなるもの。そう、スープ。ご飯もホワイト、スープもホワイト。ちゃんと今日もホワイトのシャツを着て、新ギルドンホワイト革命。そんな革命にもう一つ。やはりソンロンタンはキムチで決まる。淡白なスープとキムチの酸っぱさが合うよな。よし、今日の本当の意味での締めに入る。炭水化物は一粒も残さない。そして絶対忘れちゃいけない角的のタレ。何色にも染まる心の広いホワイトちゃん。もう一スプーン。俺の望んだ通りになった。スプーンで一口すくい、鉄壁の上を綱渡り、上からキムチ。これ、こんな寒い日にはふさわしい締め。さっき食べた牛テールが嫉妬してまうわ。完璧や。鉄壁も持ち上げ、今度はダイレクトにこの温かさを口に運んでいく。そこに残ったご飯粒もかき込み、合間合間に角的もすくっては食べ、そしてまた鉄壁は傾く。完食。さて、そろそろ最後の一杯ぐらいになってきたな。今日は体が冷えすぎて酔いが早かった。そんな日でも変わらず最後の一滴まで。本日最後の一杯。まだちょっと手がベタベタしてる。あ、だってまだちょっと味するもん。お店の人がええよって言うから遠慮なく手を洗わせていただきました。このベタベタは美味しかった証拠です。新ギル駅にあるコリスユップのお店。この老舗感がたまらんな。大人気のお店でひっきりなしに人が入ってくる。
もう少し暗くなってくると人が並び出す。料理のビジュアルも引きつけられるもんがあるけど、ただただうまかった。いやー大満足や。でも一歩外出ただけでほんまに寒い。はよ帰るよ。なんやこれは。キャスター車輪かにしてもめちゃくちゃあるな。そういう専門店なんやろな。土台を支える4つの車輪。さっきこの商店街に入ってくるとき、歯車がいっぱいあって俺は社会の歯車やとか言うてたけど、俺は土台を支える車輪になりたいもんやな。あかん、ちょっとかっこよすぎるこの終わり。寒さで頭いかれてもうたんちゃうか。俺は焼酎ぐる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 回してる方がようにや。チャルモゴスミだ。